皆さん、今年も1年ありがとうございました。皆さんのおかげでいい1年を過ごすことができました。来年もどうぞよろしくお願いします。ハロー、こんにちは、大家好。なるです。2023年が終わってしまいますね。皆さんの2023年はどうでしたか？楽しかったですか？大変でしたか？日本語をたくさん勉強できましたか？私の動画が皆さんの日本語勉強に役に立っていれば嬉しいです。私は今年 YouTube や Instagram、TikTok などの SNS で本格的に活動を始めました。YouTube は皆さんのおかげで登録者数1万人を達成することができました。どうもありがとうございます。今日はその YouTube 登録者数1万人突破した記念と年末ということで Instagram で皆さんから募集した質問に答えていきたいと思います。今回も特に台本を用意していないので変な日本語を使ってしまったらごめんなさい。自然な日本語で話すのでそれもリスニング練習として使ってください。先ほども言いましたが今回 Instagram で質問を募集しました。質問が少なかったらどうしようと思っていたんですが思ったより皆さんから質問が来ていてとても嬉しかったです。ありがとうございます。これからもインスタグラムとか他の SNS でも交流したいと思っているのでその時はまた皆さんよろしくお願いします。フォローもしておいてください。今回全部には答えられないんですが少し選んでできるだけ多く答えていきたいと思います。今回私自身について日本人、日本文化について日本語勉強についてこの3つに分けて答えていきたいと思います。それでは始めましょう。もしこの動画が早い、遅いと感じる人は YouTube の設定から速度を変更することができます。調整して聞いてください。なるさん是左撇子吗？なるさんは左利きですか？これはカメラの撮り方の問題ですね。私携帯の内カメで撮っているので反転して左利きに思われることがあるみたいなんですが私は右利きです。那你是台湾人吗？看起来好不像日本人。この質問もいくつかもらいました。なるは台湾人ですか？日本人っぽくないです。私は日本人です。お母さんもお父さんも日本人のもう 100% 純日本人です。多分外見と性格を見て日本人っぽくないと思う人多いのかなと思います。外見は特に私化粧をあまりしないしシンプルな服を着ているのでその部分で結構台湾の人っぽいと思われることが多いかなと思います。もう一つは私結構ストレートな性格で嘘がつけないし好きなものは好き嫌いなものは嫌いと結構はっきり言うタイプなのでその部分でもちょっと台湾人っぽいかなと自分で思っています。あとはあれかな、私の中国語が上手すぎて台湾人に間違われるのかな。どんな音楽が好きですか？この質問惜しい。後ろのか点々はいりません。好きですか？私音楽をほとんど聴きません。だから好きな音楽のジャンルも特にありませんが流行っている曲だったらもう自然と耳にするのでわざわざ YouTube とか音楽アプリを使って聴くことはないんですが強いて言うなら流行っている曲。オーストラリアへ行った？これオーストラリアへ行ったことがありますか？という質問ですよね、きっと。オーストラリアは行ったことがありません。ずっと行きたいと思っているんですがなかなか今のところ行く機会がないというか行きたい国としての優先順位が今のところ高くない。为什么会中文呢？どうして中国語ができますか？勉強したからです私大学生の時第二言語で中国語を選びました。そこから大学の授業で勉強したり交換留学に行ったりワーキングホリデーに行ったりしたので中国語が話せます。 What is your usual job？ 普段の仕事は何ですか？
私はオンラインで日本語教師をしています。很喜欢你的影片 YT 跟 IG 都是对我很有帮助ありがとう。想問為什麼會想教日文？私の動画が好きです。YouTube と Instagram も私その人にとって役に立っています。ありがとう。いや、こちらこそ嬉しいコメントありがとうございます。どうして日本語を教えようと思ったか聞きたいです。という質問ですね。この質問もいくつかもらいました。すごく嬉しかったです。私に興味を持ってくれている、そんな感じがしてすごく嬉しい質問でした。私3年前からオンラインで日本語を教えています。3年前はちょうどコロナが流行り始めた時期でしたね。私その時にワーキングホリデーで台湾にいたんですよ。台湾の飲食店とホテルで働いていたんですが、そのコロナの影響でお客さんがあまり来ない、仕事がないという状況になり、このままじゃダメだと思ってパソコンでできる仕事はないかなと思って探し始めました。その時コロナの影響でオンラインで言語を教えるというのが結構流行り始めていた時期で、日本語教師を募集しているサイトを見つけたんです。それが最初のきっかけでしたね。私は中国語もまあ少し話せるし、日本語ネイティブだし、あとはこう見えて教育学部ちょうどいいかも、私に合っているかもと思って日本語教師を始めました。今は日本語教師を始めて本当に良かったと思っています。これが私の天職だと思っています。私を見つけて授業を受けてくれている学生さんや TikTok、インスタ、YouTube をフォローしてくれているフォロワーさんはもう本当にありがとうございます。Your top 3 favorite anime series お好きなアニメトップ3選んでください。この人は日本語訳もつけてくれましたね。ありがとうございます。私アニメをあまり見ないんです。だからこの質問どう答えようかなと思ってちょっと悩んだんですが、ありました。3つ。1つ目、おじゃまじょドレミ。ちょっと昔のアニメなんですが、あれは何回見てもいい話、大好きです。2つ目はコナン。私結構探偵ものとか事件とかそういうドラマ、アニメが好きなので最近コナンを見ています。今シリーズ 6？ シリーズ 5？ ぐらいの昔のコナンを見ています。3つ目はナルト。ナルトもちょっと長いですよね。でも有名なのでちょっと頑張って見たんですよ、ナルトを2年前か1年前ぐらいに初めてナルトを見て、いい話だなと思いました。私の推しのキャラクター、一番好きなアニメのキャラクターがナルトに出てくる鹿丸。すごくかっこいい。だからナルトを3つ目、3位にしましたあとこれはアニメと言っていいのかわからないですが、ジブリ私大好きで、ジブリもアニメシリーズと言っていいならジブリが1位かな。趣味は何ですか？この質問も後ろの点々いりません。趣味は何ですか？この質問いつも迷うんですよ。仕事をすること、動画を作ること、あとは着物やテニスが好きなんですけど、なかなか着物を着てどこかに出かけるとかテニスをするとかそういう時間がなくて最近していないので趣味とは言えない。これという趣味がないんですよ。何かおすすめの趣味があったら教えてください。次は日本文化、日本人についての質問に答えていきたいと思います。今日は寒いですか？今日私外に行っていないので寒いかどうかわからないんですが、昨日の夕方は雪が降りました。今年初めて雪を見ました。日本女生真的都会除毛吗？像手指、手臂、大腿、小腿。日本の女性は本当に全部脱毛していますか？指とか腕とか太ももとかふくらはぎとか。これは本当です。
日本では女の人の体に毛が生えていると清潔感がないという印象になってしまうんです。もうみんなそういう考え方だからそれが当たり前だと思って育ってきたんですけど、今の若い人たちは特に脱毛サロンに行ったり医療脱毛をしたりして全身ツルツルになっています。2月要去北海道有什么建議吗？ 2月に北海道へ行きます。何かアドバイスはありますか？私北海道出身じゃないので、北海道に1回しか行ったことがないので、いいアドバイスはできないんですが、アドバイスするとしたら、雪道の歩き方。2月の北海道は多分雪が降っていて、積もっていたり、道路が凍っていたりするので、歩き方ちょっと気をつけてください。普通に歩くと結構滑って転んで危ないので、雪道の歩き方があるんですよ。その動画をぜひ調べて練習してから行ってください。あとは名前がわからないんですが、靴の下にはめる、滑らないようにするための道具も売っているらしいので、よかったらそちらを購入して行ってください。楽しんでください。Naru, can you teach us a little about navigating office politics in Japan? 日本のオフィス、職場でうまくいくような何かアドバイスを教えてください。本当にざっくりした翻訳ですが、これで合っているかな？日本の会社については前の動画にも出したので、ぜひそれを見てほしいんですが、日本の会社では能力も大事ですが、人間関係が結構大事かなと思います。挨拶をしっかりする、報告も忘れない。あとは人間関係を良くするために、特に有給をもらって旅行に行った時は、旅行先で買ったお土産をみんなに配ったりする。こういう人間関係の配慮が結構大事かなと思います。请问老师可以怎么在生活中跟日本人拉近距離？生活をしている中でどうやって日本人と仲良くなればいいですか？これは私も知りたい。日本人と友達になるのは結構難しいと思います。日本人でもそう思うので、外国人の人が日本人と仲良くなるのは結構難易度が高いですね。日本人の友達が欲しいなら、海外経験がある人、留学したことがある人、あとは中国語、英語を勉強している人、外国人に興味がある人を見つけて、そういう人を見つけたら友達になりやすいと思います。外国人も日本人も多いようなパブとかバーに行ったりして知り合うのが一番友達になりやすいかなと思います。日本人って結構仲間意識が強いので、自分と同じもの、共通点がある人とはすぐ仲良くなれるんですが、自分と同じじゃない人、共通点がない人とはなかなか仲良くなれないので、外国人って特にそうでしょ。外国人って日本人じゃないから、私と違う、同じじゃない人だから、なかなか仲良くなれないんですが、でもその中でもその共通点、例えばゲームが好きとかアニメが好きとか料理が好きとか、一緒に働いている、一緒の学校で勉強しているとか、共通点を見つければ距離が近くなれるかなと思います。だから共通点がない人と無理に友達になろうとすると結構難しいので、共通点がある人を見つけて、その共通の話題からどんどん仲良くなっていくのがいいかなと思います。あとはノリがいい明るい日本人以外の日本人はすぐ仲良くなるのは無理なので、本当に同じ時間を長く過ごすことが大事かなと思います。このテーマ結構面白かったので、いつか別で動画を撮りたいと思っています。ぜひそちらもチェックしてください。次は日本語勉強についての質問に答えていきたいと思います。日文听力不好的话，建议怎么练习？
日本語のリスニングがあまり良くないです。どうやって練習すればいいかアドバイスはありますか？という質問ですね。これ私も中国語のリスニングあまり良くないんですよ。リスニングは近道はなくて何回も聞くことが一番の練習だと思います。文字だけ見ていてもリスニングは良くならないので本当に何回も聞いてください。例えば日本語のちょっと待って、これみんなもう知っている有名な日本語ですよね。ちょっと待ってはもうみんな何回も聞いているから意味が理解できるでしょう。もう何回も何回も何回も聞くこと。例えば文字ではおはようございますと書いてあるけど、日本人はおはようございます早く読むことがありますね。他の言語でも同じ。例えば中国語、特に台湾では这样子をじゃんと言うでしょ。アメリカでも I want to を I wanna と言うでしょ。もうこれと同じですね。慣れるしかないと思います。でもそっか、練習の方法、さっき何回も何回も聞くことと言ったんですが、具体的な練習方法としては、例えばリスニングの問題がありますよね。それを一回見ないで聞きます。その後わからないと思ったら、その問題が何を言っているのか見ながらもう一回聞いてください。わからない単語、わからない文法があったら確認をしてください。その後もう一回見ないで聞いてください。その時見ないで、80%、90% 理解できたら OK。もし見ないで聞いてまだ 50%、60% しか理解できなかったという場合は、もう一回スクリプトを見て確認して、また教科書を閉じてそのスクリプトを見ないでもう一回聞くことを、もう本当にそれを繰り返すしかないと思います。あとはそのキーワードになっている単語や文法は見ないで自分で言えるように練習すること。だいたい自分で言える、使える単語や文法は聞いた時にも理解しやすいので、そのポイントになっている単語や文法は見ないで言えるように何回も練習すること。口で覚えること。口で発音していたら、自然と耳にも聞こえてくるでしょ。例えば6時に起きないといけません。6時に起きないといけません。6時に起きないといけません。自分で口に出して声に出して練習すること。これもいいリスニング練習だと思います。在学日文的时候有过很心累的时段吗？怎么度过的？日本語を勉強している時、疲れてしまった時期はありませんか？どうやって過ごしましたか？これ私の場合は中国語を勉強している時ですよね。私中国語を勉強していた記憶があまり思い出せないんですよ。記憶があまりなくて、結構大変だったし、ストレスもたくさんあったし、特に試験前とか心のモチベーション的にはよく思い出すことが2つあって、1つは現地の人と中国語で会話がしたい。その人たちが言っていること、考えていることを理解したい。だから中国語を勉強したいっていうモチベーションはいつも心の中にあって、よく思い出すようにしています。今の仕事も学生さんが中国語を話す人なので、やっぱりその人たちが何を言っているかを理解しないといけませんよね。中国語と日本語の違いも理解をしないといけないし、言語の裏にはやっぱり文化とか現地の人の考え方とかも入っているので、そういうのを理解したいと思って中国語を勉強したいというモチベーションにそれをつなげています。もう一つは中国語話せる自分を妄想しています。中国語を話せる自分かっこいいなとか、中国語が話せたら周りの人とは違う能力を持つことになるから、私って特別かも、すごいのかも、そういう自分になりたいと妄想をして中国語の勉強につなげています。それでモチベーションを高めて中国語を勉強しています。
時々スーパーに入った時とか、多分この中で中国語をここまで話せるのは私だけだろうなとか、もう本当に自己肯定感を高めて、中国語喋れる自分かっこいい、中国語を勉強している自分かっこいいと自分の中でモチベーションを上げて勉強しています。最近はね、ちょっとやる気がなくてあんまり勉強をしていないんですけど、やっぱり中国語を話している時はすごく楽しいし、急に日常生活で中国語を話したいという衝動が出るんですよ。そういう時に中国語で、独り言を喋ってみたりとか、中国語の YouTube を見て少し中国語に触れたりとかしています。疲れている時はね、何してもやる気が出ないし、頑張ろうと思っても頑張れないから、とりあえずその日本語勉強から離れてみて、ちょっと日本語勉強したいかもと思った時に勉強すればいいかなと思います。やる気がない時に続けても苦しいだけなので、やる気が出た時にたくさん勉強したらいいと思います。あとは自分が楽しい方法で勉強すること、どうやって楽しく勉強できるかを考える。これもいつかまた別で動画を撮ろうかなと思っています。その時はぜひ見てください。和和が有什么区別？和とがの違いは何ですか？これがね、難しいですよね。これもいつか詳しく動画に出そうと思いますが、どこを一番強調したいか、どこを一番言いたいかが違います。例えば、私はなるです。はを使うとき、一番説明したいところは私の名前、なるの部分です。私はなるです。私がなるです。この文を使う場面あんまりないんですが、私がなるです。がを使うときは、がの前、私を特に強調したいときに使います。例えば、パーティーでその男の人はなるという名前の人を知っています。なるという名前の女の人がこのパーティーに来ていることは知っています。が、なるが誰なのかわかりません。この人はなるを見たことがないので、なるが誰かわかりません。そんな時、私はその男の人に私がなるですと説明します。強調したいのは私です。簡単な違いを説明するとこんな感じです。これもいつか別で動画を撮りたいと思っています。What are some everyday idioms or phrases that are usual for everyday conversations? 毎日の会話で使うイディオムやよく使うフレーズは何ですか？フレーズなら聞いてもいい？を私よく使います。日本人と会話をしているときは恋愛とかお金の話とか家族の話とか結構気をつけないといけない話題が多くて、もし何の許可もなくそのまま直接相手に質問をすると失礼だこの人と思われてしまうことがあるので、その質問をする前に聞いてもいい？と一言言います。私これ会話の中でよく使うフレーズですね。この質問をしてくれたのが女の人なのか男の人なのかわからないんですが、20代後半の日本人女性、私がよく使うフレーズは聞いてもいい？です。男の人はよく使うかどうかちょっとわからないので、これは参考程度にしてください。学日文一段时间了，但是去日本旅行的时候还是听不懂工作人员在说什么。请问有什么方法吗？日本語を勉強してしばらく経ちます。でも日本へ旅行に行った時、店員さんが何を言っているかわかりません。何か方法はありますか？という質問ですね。これ結構難しいですよね。皆さんが最初に勉強する日本語と店員さんが使う日本語は結構違います。店員さんが話す日本語とお客さんが話す日本語違うんですよ。例えば、わかりました。これは日常会話で使ったり、お客さんとしてお店に行った時に使う日本語、わかりました。でも店員さんはお客さんに対してかしこまりました。
この単語を使います。全然違いますよね。だから店員さんが何を言っているのか理解したいなら、店員さんの日本語も勉強しないといけません。もう一つ、店員さんは一日何時間もお客さんに対応しているので、日本語一つ一つ丁寧に言っていたら店員さんの体力が持たないんですよ。なのでこのかしこまりましたもうかしこまりましたかしこまりましたもうすごい速いスピードで言います。これもそうだね、慣れるしかないかなと思います。店員さんが話す日本語パターンは大体決まっているので、それを何回も何回も繰り返し聞くのがいいかなと思います。私の YouTube の動画やショート動画でも店員さんとの会話を紹介しています。お客さんのセリフだけじゃなくて店員さんのセリフもぜひ練習してみてください。一緒に練習するとリスニング力もアップすると思います。我想去日本游学3个月，不看价格之类的话，最推荐的城市是哪里呢？3ヶ月日本へワーキングホリデー勉強しに行きたいと思っています。価格を見ないで言うなら一番おすすめの街、都市はどこですか？やっぱり東京付近かなと思います。東京、千葉、横浜、神奈川とか日本の田舎とか地方に行くと結構方言があったりするので、多分教科書には出てこない日本語が結構あると思うんですよ。だから教科書の日本語と近い東京付近が一番いいかなと思います。観光地もあるし、どこか遊びに行きたい時は新幹線、飛行機の便もいいし、東京付近が一番おすすめかなと思います。あとは東京大きい都市なので言語学校の選択肢もたくさんあるだろうし、外国人への対応も結構慣れている場所なので東京付近がおすすめです。もし日本の歴史が好きとかもっと文化を体験したいなら京都とか大阪とかかな。本当に何をしたいか、何を見たいか、何を学びたいかによるかなと思います。あと大都市が嫌いだったら、仙台とか名古屋とかもおすすめかなと思います。仙台、名古屋は方言が少ないイメージなのでおすすめかなと思います。参考になれば嬉しいです。好喜欢你的影片，每个都很有趣。想问那里一下，会觉得初学者没有办法自学日文吗？一定要先去上課吗？この質問もいくつかもらいました。私の動画好きです。どれも全部面白いです。ありがとうございます。質問は初心者の人が自分で日本語を勉強する方法はありませんか？先に授業を受けた方がいいですか？教師の立場で言うならおすすめは授業を受けることです。日本語の文法は英語や中国語と結構違うので、一回変な癖がついてしまうとそれを直すのが結構難しいかなと思います。教師の立場でのおすすめは授業をぜひ受けてください。単語は自分で勉強しても OK だと思います。文法とか、あとはイントネーション、話し方などは授業を受けた方がいいかなと思います。それに日本語は友達と話す時の普通形、タメ口、真ん中の丁寧形、すごく丁寧に話す敬語、この3種類があるので、間違えて勉強したりすると日本人と実際に話した時に失礼だと思われてしまうこともあるので、おすすめは授業を受けてください。今は YouTube やアプリなど便利な方法もいろいろあるので、それを使いながら授業で話す練習、あとは間違えたところを修正してもらったり、わからないところを解説してもらったりするのがおすすめかな。N1 ルフフグ N1 はどうやったら合格できますか？これは覚える、諦めない、この2つです。N1 の文法は日常会話では使わないものが多いので、
本当にもう根気強く覚えるしかないと思います。具体的に言うなら、単語は音で覚えること。文法はなるべくシンプルに書いてある例文をもうそのまま覚えること。何回も何回も口に出して覚える。そう、それが一番早いかな。あとは日本の新聞とか小説とかちょっと難しい文章を読むのも N1 合格するためにちょっと必要かなと思います。新聞、小説の中には N1 で使われている単語や文法が時々出てくるので、そういう文章を読んで慣れること。N1 にも読解の問題がありますよね。テスト前に 2,3 回練習したからといって N1 に合格できるわけはないので、普段からそういう文章に慣れておくこと。N1 は諦めないで、もう何回も何回も練習するのがもう一番近道だと思います。有開課交流吗？日本語の授業をしますか？実は私、オンラインで日本語をすでに教えています。普段はアメイジングトーカーというサイトで日本語を教えています。最近は学生さんが増えてちょっと忙しくて新しい学生さんが取れない状態なんですが、2024年はもっといろんな人に日本語を勉強してもらいたいということで、グループレッスンを作ろうと思っています。今考えているのは初級のレッスン2クラス、あともう一つ基本日本語と旅行日本語を教えるレッスンを1クラス開こうと思っています。どれも1週間に1回のレッスンで合計8回2ヶ月のグループレッスンを開こうと思っています。時期は旧正月春節が終わった2月中旬か3月の頭から始めたいと思っています。ただし私の授業を受けたい人は2つ条件があります。1つ目、私は普段中国語、日本語を混ぜて授業をしているので中国語が理解できる人。今回英語でのレッスンはないので英語圏の方ごめんなさい。またいつか英語圏の人も受けられるようなレッスンを開こうと思っています。2つ目、ひらがな、カタカナは覚えてきてください。私のレッスンではひらがな、カタカナは特に教えません。最近は本だけじゃなくてアプリやサイトでも50音を勉強できるものがたくさんあります。それで覚えてきてください。もし興味がある人は下の概要欄にアメイジングトーカーのサイトを貼っておきます。そちらに登録して待っていてください。詳しいレッスンの内容は来年の動画で伝えたいと思います。ショート動画でもお知らせしたいと思っているので、インスタグラム、TikTok のフォローもぜひよろしくお願いします。最後はちょっと告知になってしまいましたが、皆さんの質問に答えられてとても楽しかったです。皆さんの参考になれば嬉しいです。これからもインスタグラムで皆さんからの質問やエピソードなどを募集したいと思っているので、皆さんぜひ回答をお願いします。今年2023年最後の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いします。では皆さん、良いお年を。じゃあね。